すごいキャリアだね。19年。高倉健のがハマってめちゃくちゃ来ましたね。さあ始まりました。皆さんよろしく。ノックアウト TV です。はい。今回はですね、福岡小倉のハウスバイウィークエンドディーラーズさん、オーナーのせいさんとちょっとお話ししていけたらなと思って今撮影をしています。よろしくお願いします。今日初日でね、オープンから3時間ぐらい経ったのかな。その4時間経って少し店内落ち着いたので今対談という形で少しお話しさせていただきたいなと思ってます。そうです。ハイネケンおしゃれっすよ。僕が好きなんですね。はい、日本のビール飲まないですか？いや、アサヒ、日本はアサヒが好きですね。スーパーとか、はい、ここに来たら基本酒が置いてあるっていう感じがしますね。先生は普段そんな感じですか？お酒振る舞うんですか？いやいや、ポップアップなので、なるほど。ウェルカムドリンクみたいな感じ。出会いがどんな出会いで置くきっかけに置いていただいて。もともとはいろいろちょっとショップの他のお店さんの多分オンラインかなんか見てて、で高倉健のロングティーがあったんですけど、それに結構インパクトを受けて、で何なんだろうなこのブランドと思って調べたら、まあ大塚さんのブランドで、まあ、大塚さんもともと知ってたんで、なるほど。それがトリガーだったんですね。そうですね。あの人のブランドなんだって、でまあメールさせてもらって、そうなんですね。でその後電話でやり取りしてもらってって感じですね。それからスタートですね。はい。ちなみにだって末吉さん長いっすよね、このお店自体。店自体、はい、長いです。小倉で何年でしたっけ？小倉でもうすぐ19年ですね。すごいね。すごくないっすか？19年。おいくつで起業されたんですか？そうなると。僕が23ですね。23。ここに来て何年でした？ここに来てもうすぐ4年。その前はどうしたの？その前はもうちょっとこう奥に行ったところで15年。はい、ここもう目の前が井筒屋です。井筒屋、はい、百貨店ですね。小倉の百貨店ですね。はい、小倉のだってもう一番大きいそうですね。百貨店ですよね。はい、ど真ん中って感じです。すごいいい場所ですよね。いいよね。ロケーションすごくいいと思う。すごいキャリアだね。19年。いやーちょっとすごいっすよ。僕一人ではないんで、はい、させてもらってるって感じ。もともとずっとセレクトショップっていうずっとそうですね、セレクトショップで、最初の方レディースとかもやってはいたんですけど、前が2階建てだったんで、はい、1階レディース2階メンズみたいな。いやもうかなり幅広いですよね、セレクトのそうだね。ブランド自体が。やっぱ末吉さんのこう趣向が店頭のこうディスプレイだったりレーベルブランドのセレクトだったり、ちゃんと感じられてそこは一貫してるんじゃないかなと。確かに品数はね提案力がすごいね多いなと思って、早くあれですね起業というか始められたんですね。思い切りましたね。いやだから前の社長にたまたま銭湯で会って洋服屋やりたくないんで、僕違うお店で働いてて、あ、そうなんですか。まあやりたいっすねって話してたら、銭湯だって。そこで普通に初対面ですかね。違うっしょ。初対面じゃない。違う。知らない人に誘われた。それかと思った。裸の付き合いがあって、そうみたいな。そのコネクトがなかなかないでしょ。僕が大学の時バーで働いてて、まあ大人の方が来るなんかちゃんとしたバーって言い方はもうちょっとまあ語弊が
あるかもしれないんですけど、そこのマスターの友達というかお客さんで来られてた方で、あの方そうなんですね。あれお二人でちょっと銭湯行って僕は全然別件で先輩の送別会帰りみたいなで入ってて、そしたらたまたま久しぶりに会ってで末吉君洋服屋やりたくないみたいな、やりたいっすねみたいなそこからスタートで普通に社交辞令的な感じでちゃんちゃんって終わってたんですけど、後日そのバーのマスターから連絡来て、あいつ本気みたいよっつってで話が始まって、何回かお断りはさせてもらったんですけど、さすがに23は早いし20代はまだ修行の時代かなと思ってたんで、さすがにちょっと期待されても厳しいですねみたいな。ただ熱心にそれからも誘ってくれてたんでじゃあ実際24とかで23です。はい。すごいっすよ。今とやっぱ20年前だからシーンもかなり違うだろうな。なんか俺は結構小倉って言えばやっぱグッドイナフとはさ、当時で言うとねすごくこう印象深いのね。当時どういうものを着たりしてました？当時何着てましたかね。ストリートとかハイエンドとか古着とかいろいろあると思うんですけど、シュプリームとか。サプリームって小倉で買えました？いや、僕出身が長崎なんで福岡で買ってましたね。福岡のサプリーム。そうそうそう。なるほど。エイプとか。エイプ。エイプ。このフツの隣のエイプ。そうですそうです。エイプ着たり、古着も着つつ、ただ古着はそこまで掘ってないんですけど、はい。ストリートとかですかね。驚くほどやっぱ早いよ、企業お店を運営するの。23ってあんま聞いたことないよ、俺は。でもそれをずっと続けられてるのがすごいですよ。でも半端じゃないと思う。タフだね。なかなかできないと思うよ。もうずっとやっていくって感じですよね。そう根底にやっぱこう好きじゃないともちろんさ続かないけど、やっぱ続けるってすごくタフなことだね。やっぱ洋服自体はお好きなんですね。そうですね。はい。本当裏腹系ですよね。着てたのはやっぱりネイバーフットがあったり、ダブルタップスがあったりとか、そこら辺の世代なんで。当時のこうムーブメントってすごかったですよね。そうですね。今の人気のこうあれともまたちょっと色が違ったのかもしれないね。でもやっぱそういうブランドさんたちが今でもね第一線だってすごいことだと。兄貴はもともとインスタか何かで知ってたんですか？瀬尾さんもともと知ってた。おそでもダブルタップスいらっしゃったんで、買いに行ってた。出張で東京行った時とかに、GAP？ じゃあ接客されてた可能性がある。そうですね。ブラックラックではなくてではないですね。GAP。すごい。あそこができてからですね。出張にもさやっぱり年に何度かいらしてるんだけど、東京ではねお会いしたことないからさ、ちょっとぜひそういう機会もねもちろんある。兄貴の美味しいお店に連れてってあげましょうよ。面白いでしょ。タイミングが合えばね。泊まりなんですか、東京いらっしゃる時。最近泊まりですね。寂しがってました。剛さん東京来てんのになんで連絡くれないんだろう。赤坂さんからちらっと聞いて、そうなんだ。アーシーさん？品川有楽町とかに泊まってた。この間。ストーカーじゃん。インスタ見た。何社かこう集まってるその期中に何個かこう見るタームで来ますよね。そうですね。できればまとめてなんですけど、結構バラバラなんで、全部が全部もういけないんですけど。ちなみに今回のフリーのアイテム、ご感想いただければ嬉しいです。フリーね。
そうですね。初めてだと思うんで、フリーをポップアップでやるっていうのはやっぱヴィンテージのボディとか面白いなとは思いましたね。やっぱ一点一点違いますし。俺さ2年前にさセレスさんのハウスでさポップアップさせてもらったじゃん。その時にやった感覚でいたんだよフリー。あ、やりましたね。やったやりましたね。やりました。いやなんかデニムをなんか見せてもらったような気がするわけここでやりましたね。ディスプレイの記憶がハートのそう多分フリーの走りっていうか最初の方最初だとはい、プリントとか全くしてない。 501とか多分そこら辺のパンツでしたね。パンはいツでしたトップスが初めてですね。はい確かにそうかもしれない。ジェスさん古着自体はお好きなんですか？いや全然嫌いじゃないですけど、でもそこまでですかね。古着ばっかりとかってないんで、ミックスで昔から買ってるって感じですね。小倉って有名なんですか？小倉どうだろうな。やっぱりそのなんだろう、ヴィンテージキングさんの発祥の地みたいなイメージはあるね。東京にやっぱ伝説的な古着のヴィンテージキングってお店があったんだけど、そこのオーナーさんだったり、出身元というかな、北九州だったと思うよ。だから根付いてるとは思う、古着屋さん。俺も店舗はあまりわからない古着屋。昨今のムーブメントってどう捉えてます？古着って結構若い子にも支持をされてるんですよ。どんどんレギュラーもヴィンテージも高くなってる。上がってますよね。客観的にどう思われる？そうですね。僕はありかなと思ってて、でその古着の種類もちょっといろいろ変わってるじゃないですか。そのアーカイブ系みたいな。だからやっぱこう2年前のあれが良かったとかそういうのがあるんで、やっぱヴィンテージ、僕らの世代で言うとヴィンテージって言うとやっぱ50年代とかその古い、でも今90年代でもヴィンテージみたいな言い方されるから、別にそれはそれで面白いのかなとは思いますね。その時のデザインがやっぱ良かったりするんで、ブランドもやっぱシーズンごとにいい時と悪い時とあるんで、ただ高いですよね。玉数がなくなってるんで。デニムはすごいことになってます。なんかハウスさんにもね、赤耳が1本あってさ、いいなぁと思ってます。いやー、多分スエスさんの私物かわかんないけど、1本ある。お客さんのですね。よく好きな人やっぱ多いんで、うちも古着とかをちょっとやり始めて。そうかそうか。でこういうのあるんですけどみたいな。でやっぱ持ってきてくれたりするとそのまま置いたりとかして。すごいアットホームですよね。そうだね。ハウスさんって。結構先進的というか作りはザ・セレクトショップさんみたいな、ちょっと入りにくいみたいな、こうやったら申し訳ないですけど、だけど入るとすごくアットホームであったかいですよね。常連さんがやっぱ明るい人も多いし、それなんかもうスエルさんご実得でお客さんが集まってる感じがしますよね。そうさすがの19年。なんか前回はさ、ほら音もさ、セットアップしてさ、DJ ブースも設けてやってもらったんだけど。スエルさんご自身も DJ？ 僕もやりますね。ハウスですよね。そうです。店の名前自体がハウスミュージックから取ってるんで、だからちょうど本当僕ハウスに影響を受けて、たまに出てますよね、イベント。そうですね。ぜひ小倉のでやってるんですもんね。小倉で、小倉のナイトシーン、そういうクラブカルチャー。でもやっぱこういう人は多いですね。昔ほどハウス自体はそこまでなんで、ちょっと熱狂感は若干は薄れてはいますけど、やっぱ好きな人は好きなんで。ご自身で DJ される以外にも音聞きにとか飲みにとか行くんですか？行きます。好きなんだ。好きですね。
すごい。一年中驚きっていうのあるし、クラブ。なかなか行かなくなりますよ。そうなんですよね。どうしても。ちなみに末吉さん、ファーストラストで何が好きですか？アイテム一番一押し、一押し。オーナー末吉さんの一押し。一押しって結構難しいよ。でも本当さっき話した最初はうん高倉健のロンティはハマってめちゃくちゃ来ましたね。スクリーンですね。やっぱり嬉しいですね、あの時。当時スクリーンしかやってなかったですもんね。あ、そうですね。僕も。加賀まりこ。うん最近でもこれですね。デインさんは。はい。この配色良かったね。綺麗なグレーですよね、なんか。今日7月6日なんですけど、この撮影時は、初日でハウスバイウィークエンドディーラーズですフリーのねリミテッドアイテムでしたり、一部こうスタンダードアイテムでしたり、あとオフィスレストにバイイングしていただいているインラインのアイテムでしたり、ファーストラストのアイテムがかなり揃っている状態なので、お時間ある方はねぜひこちらのお店でご覧いただければと思います。でフリーに関しては実際実店舗で見るっていうのはなかなかねできないアイテムだったりするので、それも踏まえて一度ご覧いただけたら嬉しいです。はい。そうですね。引き続き今シーズンもよろしくお願いいたします。はい。今日夜は末吉さん、なんか焼き鳥楽しみだな。本当食べれるものには限界があるから、美味しいものをちゃんと食べてきてですね。福岡に来たら。そうだね。食い倒れて。はい。そんな感じでね、今回の北海 TV は末吉さんと対談の方させていただきました。はい。ご質問なんかあればコメントもしております。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、すみません。ありがとうございました。インスタとかもつけておくので、はぜひい。よろしくお願いします。カメラ向けられると構えません？構えますね。慣れない慣れないです。どこ見ていいのかなと思うし。あ、そうですね。でもマーシーさんいるからまだ話しやすいのはありますけど。まだ回してます。回してます。ビハインド？なるほど。いや、でも本当ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。出ていただいて、無理言っちゃって申し訳ないです。いや、全然。ということで、台本切ります。マーシーさんが最後なんか株上げてましたよね。今日夜食べ物に限度があるんで美味しい焼き鳥ですよねみたいな。危ない。ファーストラストチームはご飯好きでした。ご飯好きです。好きですよ。